こんにちは、アリスチャンネルです。今回は生の短さについて。著者はルキウス・アンナエウス・セネカ。今から2000年前のローマ帝国の政治家、哲学者です。第5代ローマ皇帝ネロのブレーンとしても活躍しています。彼は友達に宛てた手紙の中で時間の大切さについて語っています。この本はその後の哲学者や画家たちに大きな影響を与えています。早速ご紹介していきましょう。私たちは束の間の生に生まれつき、その与えられた束の間の時さえ、あまりにも早く過ぎ去る。ごくわずかな例外を除けば、ほとんどの人間は、これから生きようというまさにその瞬間に、生の準備の段階で、生に見捨てられてしまうと言って嘆く。この万人共通の災いに恨みを漏らすのは、一般の大衆だけではなく、名のある人々もまた、この思いにとらわれる。アリストテレスはこう言った。自然は動物にはこれほど長い寿命を与え、人間の何倍も長く生きられるようにしておきながら、それに比べて多くの偉業をなすべく生まれついた人間に定められた寿命はあまりにも短い、と。我々にわずかな時間しかないのではなく、多くの時間を浪費するのである。人間の生は立派に活用すれば十分に長く、偉大なこともできるように与えられている。しかし、浪費と不注意によって生がいたずらに流れ、私たちは早く過ぎゆくと悟らなかった生がすでに過ぎ去ってしまったことに気づかされる。私たちの生が短いのではなく、私たち自身が生を短くするのである。私たちは生に欠乏しているのではなく、浪費している。それが真相だ。莫大な財産があっても、愚かな主人の手に渡れば、たちまちなくなってしまうが、わずかな財産しかなくても、良き人の手に渡れば、使い方次第で増えるように、我々の生も、それを良いことに費やせば、大きく広がるものなのである。生は、使い方を知れば長い。しかしある者は欲望の虜となり、ある者は無駄な仕事に追われ、ある者は酒に溺れる。儲けようという希望を抱いて財産に執着する者も多い。多くの人間は人の幸せを妬み、自分の不幸への嘆きで自分の生を終始する。移り気で当てどもなくさまよい、不満や不安にもてあそばれ、決まった目的もないまま何かを追い求めて、次から次へと新しい計画を立てる。またある者は自分が進むべき道を決められず、あくびをしているうちに運命の不意打ちを食らう。有名な詩人はこう言った。私たちが生きているのは生のごくわずかな部分に過ぎない。その通りである。真に生きていない期間は生ではなく、ただの時間に過ぎない。欲望に溺れ、欲望に執着し、真実を見ようとしない者は、もはや立ち上がることができない。私たち人類が生んだ偉人たちは、皆一致して、この人間精神の闇を指摘している。人は、誰かが自分の土地を奪おうとすれば、それを許さず、武器を使ってでも自分の土地を守ろうとする。ところが、自分の生となると、他人の侵入を許し、それどころか、自分の生の所有者となるかもしれないものを自ら招き入れたりする。自分の金を他人に分けてやりたいと望む人間など探しても見つからないが、自分の生となると、誰も彼もがなんと多くの人に分け与えてやることだろう。財産を維持することには気を使いながら、時間の消費となると、途端にこれ以上はない浪費家に表変してしまう。老人の集まりがあれば、その中の誰かを捕まえて、私はこう言いたい。あなたは人間の究極の年齢にまで達し、100歳、あるいはそれ以上の年齢ももう間近だ。さあ、あなたの生涯を振り返ってみるといい。計算するとどうなるだろう。あなたの生涯のどれだけの時間が他人に奪われ、どれだけの時間が他人との争いに奪われたか。活用されることなく
無駄に過ごした時間がどれだけ多いか、記憶をたどり思い出してみるとよい。いつあなたがしっかりした計画を持ったことがあったか。一日があなたの意図した通りに進んだ日が何日あったか。あなたがあなた自身を自由に使うことができたか。生涯にあなたが成した働きとは何だったのか。あなたが気づかない間にどれほど多くの人間があなたの生を奪い取っていったか。それらのことを思えば、あなたが今亡くなるとしても、あなたの生は早死にだと悟るだろう。君たちの生は、たとえそれが1000年続くとしても、極めてわずかな期間に短縮されるに違いない。君たちの悪い習慣が、どの時代をも食らい尽くしてしまうからである。実際この生の期間は、自然のままに放置すると足早に過ぎ去ってしまう。理性を用いれば、長くすることができるものであるのだが、君たちから逃げ去るのは必然である。なぜなら、君たちはそれを捕まえようとも引き止めようともせず、あたかも余分にあるもの、再び手に入れることができるものであるかのように扱い、いたずらに時が過ぎゆくのを許しているからである。ところで、私の言うこうした人間には、酒と男女の欲のためだけに時間を浪費するものも含まれている。何かに忙殺される人間の中でも、彼らほど恥ずべきことに没頭している者はいない。彼らがどれだけの時間をお金の計算に費やし、陰謀に費やし、不安に費やし、お酒に費やしているか。見てみるとよい。彼らのその営みが、それが良いものか悪いものかは知らないが、彼らに一息つく暇さえ与えないことがわかるだろう。要するに、何かに忙殺される人間には何事も立派に遂行できないのである。様々な事柄に関心を奪われて散漫になった精神は、何事も心の深くに入ってこず、いわば無理やり口に押し込まれた食べ物のように吐き戻してしまうのだ。生きる術は生涯をかけて学び取らねばならないものであり、また死に術も生涯をかけて学び取らねばならないものである。あれだけ多くの偉人たちが財産や快楽を拒否して、多くの生涯を排除して、生きる術を知るという、ただこの一点のために全生涯をかけた。しかも彼らの中には、自分は未だにそれを知らないと告白して世を去った人も多い。偉人たちの特性は、自分の時間が少したりともかすめ取られるのを許さないことであり、どれだけ短ろうと自由になる時間を自分のためにのみ使うからこそ、彼らの生は誰の生よりも長いのである。自分の時間と交換しても良いと思う価値のあるものは、彼らには何も見出せなかったのであり、彼らには生は十分な長さであった。そう考えれば、自分の生の多くの時間を人に奪い取られる者が、生を不足だと嘆くのは当然ではないか。そうした者たちが自分の損失を自覚しないのも当然である。誰もが今に不満を覚えて、生を先へ先へと急がせ、未来への憧れにアクセスするのである。それゆえ、誰かが白髪であるからといって、あるいは顔に多くのシワがあるからといって、その人が長生きしたと考える理由はない。彼は長く生きたのではなく、長くいただけのことだ。実際どうであろう。港から出た途端に嵐にあって、あちこち翻弄された挙句、円を描くように同じところをぐるぐるもてあそばれ続けた者が、長い後悔をしたなど言えるだろうか。彼は長い間後悔したのではなく、長い間翻弄されたに過ぎない。それに対し、時間を自分のためだけに使い、今日という一日を、それが最後の日であるかのようにして行動する者は、明日を待ち望むこともなく、明日を恐れることもない。未来のことは、時の運に任せればよい。彼らの生は、すでに安全な場所にあり、その生から取り去れるものは一つもない。私は、常々人に時間を貸せと求める者がいて、
求められる方もいとも簡単に貸し与えてやる者がいるのを見て、驚きの念を禁じ得ない。時間が求められた目的はどちらの眼中にもあるが、時間そのものはどちらの眼中にもない。まるで求められたものは無であり、与えられたものも無であるかのように思っている。時間という何よりも貴重なものをもてあそんでいるのだ。彼らがそうした考え違いをするのは、時間というものが無形のもので目に見えないものであり、そのために最も安い、いや、ほとんど無価値なものとみなされているからに他ならない。お金や物なら人はさも大切に受け取るし、それをもらうために自ら労働を提供する。しかし、時間の価値を知る者は一人もいない。まるでただであるかのように湯水のごとく時間を使うのだが、彼らに死の危機が間近に迫った時、医者の膝にすがりつき、全財産を使ってでも延命しようとする姿を見るがよい。時間というものがいかに大切なものか、彼らには全く分かっていない。失った時間を返してくれる者は誰もいなく、君を再び元の君に戻してくれる者もいない。人の生涯は、たどり始めた道を引き返すことも、歩みを止めることもできない。それは、物音も立てず、光のような速さで、粛々と流れていく。王の権力をもってしても、長くすることはできない。生は、出発したその日から走り出し、そのまま駆け抜けていく。その果てにあるものは何か。君は何かに忙殺され、生は急ぎ足。やがてそのうち死が訪れ、いやおうなく君は虚しくこの世から去らねばならない。人は明日にはこれを、来月にはこれをと考えを巡らせ、遠い将来のことにまで思いを馳せる。ところが、この先延ばしこそ、生の最大の浪費なのだ。先々のことを約束することで、次の日が来るごとにその一日を奪い去り、今という時を奪い去る。生きることにとっての最大の障害は、明日という時に依存し、今日という時を無駄にすることだ。君は運命の手中にあるものをあれこれ計画し、今自分の手中にあるものを失っている。君はどこを見つめているのか。君は直ちに今に生きるべきである。君は素早く逃げ去る時の流れの中にあって、なぜ悠長に欲望のまま遠い将来まで歳月を順送りするのであろうか。何かに忙殺されている人間は、何の準備もなく、何の装備もないまま老人になる。彼らは思いもよらず、ある日突然老人となるのだ。日ごと老年が近づきつつあるのに気づかなかったのである。矢のごとく過ぎ去りゆくこの旅路は、何かに忙殺される者には終着点に至るまでその姿を表さない。生は三つの時期に分けられる。過去、現在、未来である。このうち我々が過ごしている現在は短く、過ごすであろう未来は不確定であり、過ごした過去は確定している。過去が確定しているのは、運命がすでに支配権を失っているからであり、何人によっても取り戻せないからである。その過去を何かに忙殺される人間は見失ってしまう。彼らには過去の出来事を振り返る暇がなく、もし暇があるにしても、後悔したことを思い出すのは不快だからである。それゆえあえて思い出そうとはしない。過去に人を騙した者、欲に溺れた者、そのような者たちが自分の過去の記憶を恐れるのは当然である。しかし、過去という我々人間に与えられた時間のこの部分は、神聖にして全てを超越し、運命の支配の圏外にあり、恐怖に脅かされることのない時間で、過去は奪うことができない。過去は永遠で不安のない所有物なのである。今ある現在は一日一日を言い、その一日も刹那の一瞬からなる。しかし過去の日々はどの日でも思い出せば目の前に現れ、
思うがままに覗くことができる。だが、何かに忙殺される人間にはその暇はない。自分の性のどの部分も自由に見つめることができるのは、不安のない平静な精神を持つ者の特権である。これに対して何かに忙殺される者の精神は、過去を振り返ることも許されない。したがって彼らの性は暗闇の中に消えていく。例えて言うならば、液体をどれほど注ごうとも、それを受け入れる器が下になければ徒労に終わるように、とどまるところがなく穴が開いた精神から漏れ出すなら、与えられる時間がどれほど多かろうと無意味なのである。したがって、この今という時だけが何かに忙殺される者たちに与えられている時であるが、それはつかみどころがないほど早く過ぎ去り、多くのことに気を奪われている彼らが気づく間もなくかすめ取られるのである。おそらく君は何かに忙殺される者たちとはどのような人々のことか尋ねるのではないか。そう、私の言う何かに忙殺される者たちとは、自分の髪の乱れを気にしても国家の乱れを気にしない者、顔の綺麗さを心配しても頭の健康を心配しない者、外見を美しく見せることに熱心なのに美しい心を持とうとしない者、このような者たちのことである。すべての人間の中で唯一哲学のために時間を使う人だけが真に生きている人である。事実、そのような人が立派に見守るのは自分の生涯だけではない。彼はまたあらゆる時代を自分の生涯に付け加える。彼が生を受ける前の過去の時間はすべて彼の生に付け加えられる。かつて人類が生んだ偉大な哲学者たちは、我々のために生まれ、我々のために生を用意してくれたと考えねばならない。我々は美しい知識の世界へと導かれ、私たちに閉ざされた時代はなく、どの時代にも入っていくことが許されている。人間的な弱さから来る自分の限界を脱したいと思えば、その素晴らしい知識の世界を気が向くままに歩き回ることができる。ソクラテスと議論することも許されるし、ブッダと共に憩うこともできる。ストア派の人々と共に人間の本性を克服することもできるであろう。今という短く移ろう時の流れから離れて、過去という悠久にして永遠で良き人々と共有する時へ全身全霊を傾けて身を委ねるべきだ。君がすべきなのは偉大なる哲学者たちのもとを訪れることで、彼らの中には時間がないからといって会ってくれないというような人は一人もいないし、自分のもとを訪れたものを幸福にして、より自分を愛する人間にして送り出してくれる。君はいつでも彼らと出会うことができる。彼らは皆君の歳月を無駄に潰したりせず、かえって自らの歳月を差し出してくれるだろう。誰と会っても金がかかることもない。彼らの元からは望みのものをすべて携えて去ることができる。彼らとそのような関係に入った者には、どれほど大きな幸福が待ち受け、どれほど美しい老年が待ち受けていることか。我々はよく親というものは偶然によって人間に与えられるもので、どの親が割り当てられるかは自分の力ではどうしようもないという。だがそれは違う。思い通りに生まれることが我々にはできるのだ。我々の前には偉大なる哲学者たちの家がある。君はその家の中から養子にしてもらいたい家を選ぶことができる。養子になって受け継ぐのは誰にも奪われることのない財産である。そして彼ら偉大な哲学者たちは君を高みに登らせてくれるであろう。それこそ人間を永久不滅の生へと転じる唯一の方法なのである。名誉や記念碑などはいつかは消え去る運命にあるが、偉大なる哲学は全く毀損されない。いかなる時代であっても、
それを破壊することはできない。むしろ時代を重ねるごとに、その聖なる哲学への畏敬の念が積み重ねられていくだろう。それに反して、過去を忘れ、今をなおざれにし、未来を恐れる者たちの生涯は極めて短く、不安に満ちたものになる。その生の終わりが近づいてきたとき、彼らは哀れにも自分が今まで何にもなしてないことに気づき、長い間何かに忙殺されてきたことを悟るが、もはや時すでに遅しである。彼らは日々忙殺されていた何かに見放される時がいつかやってくると、その暇の中に取り残されて狼狽し、暇な時間をどう処理してよいのか途方に暮れる。そして忙殺される何か別のものに彼らが救いを求めるのだ。空き時間のすべてが彼らにとって厄介なものであるのだ。ちょうどお目当ての舞台や娯楽の日が発表されて、それまで待つ間の日々を飛ばすことができればと願うのと同じことだ。しかし彼らが好きなことをして過ごす時間は短く、瞬く間のことで、しかもその短い時間ですら彼らの悪い癖でなおさら短いものになり、次から次に快楽を求める。一つの楽しみにとどまり続けることができないからである。彼らにとっては一日が長いのではなく、一日が疎ましい。夜の待ち遠しさで昼を失い、朝への恐れで夜を失うのだ。